日本から世界へ、イケピーズジャパン。神社なのであんまり高く上げないです。神様より上がったらいかんやろ。これ輪島漆器なんですけど、震災で災害の時に出たもう災害ゴミってなるはずの漆器を集めて販売して、それを支援に充てるっていう活動をされてる方がいて、その方の漆器です。いつもこれを言うんですが、この時見上げる空と景色がとても好きで、かっこよく言うけど、実はこれ前走ってる時にパンって開いて、それを防ぐのにその紐で中結んでるっていうなるほど。ストッパーなんですね実は。このたこ焼きはだいたい10分ぐらいで焼けるんですが、米粉で卵を使ってないので20分ぐらいかかってしまって、そうなのですね。時に美味しくなる秘訣は、美味しくなれ美味しくなれ。これ本気です美味しくなれ。他のたこ焼き、小麦粉とかもうこの時点でパーって返せるんですが、しばらく放置です。理由があるんですか？もんじゃ焼きを想像してもらったらわかると思うんですけど、外側にちょっとカリッとさせんと、水分を回しようみたいな感じなので、ぐちゃぐちゃになりますタイミングが間違うと焦がすし、早すぎると全然美味しくないのができるし。なんかそのサインがあるんですか？今だっていう。ありますあります企業秘密。ちょっと頭おかしい人に思われるかもしれんけど、あ、今だよって言われるでも本当に、あ、今返してって言われます。それの声が聞こえんくなった時、美味しく、スランプに陥りました。スランプを脱出した時に何かきっかけがあったんですか？もうとことん落ちるとことん落ちて、自分と深く見つめ直すというか、自分の苦手なところとかも全部洗いざらい見つめ直した時に、もう一回焼きたいと思える日が来てその
時焼いたら美味しく焼けました。お金のために焼いてた時は、私は自分で美味しいと思えなかったです。今はなんか自信を持って美味しいって食べてって言えますかね。最初にたこ焼きに出会ったというか、たこ焼きを焼こうと思ったきっかけって何かあるんですか？最初コーヒー屋さんをずっとしたくて、コーヒー屋をするつもりやったんですけど、たこ焼き屋になってますね。なんでですかね。ちょっとそこは私もよくわからないのですが、なんででしょうかね。昔から子供の時からたこ焼きは好きだった？普通です。普通なんです、それが。でもたこ焼きにハマったっていうより、米粉にハマってしまって、あと何ですかね、もう今はぞっこんラブなんですけど、たこ焼き米粉たこ焼きぞっこんラブなんですけど、元からそうやったかって言われると点々点なんです。でも今はもう考えられんです、これ以外。米粉たこ焼き以外のキッチンカーは考えれんですね。やっぱりこの自分がスランプ脱出してからのお客さんの反応っていうのも違うんですか？違いますね。はい、はい、違います。私が変わったから多分、はいはい、全然違います。今の世界と前の世界は本当に違います。でもそれも本当に米粉たこ焼きが気づかせてくれたですね。なぜ米粉をと思ったんですか？キッチンカーをしよう、さあたこ焼きするかってなった時に、出会う人たちみんな小麦アレルギーの方で、そんでもって私の頃米粉の知識とか何も持ってなかったんですけど、その時カフェ巡りが好きで、入る店全員その米粉を使ったスイーツのお店あたり、息子さんがアレルギーでこういう店持ったんですとかいう米粉の方が多くて、お店が多くて、不思議だなぁなんて思ってたら、ここ米粉が業務用で買えるよなんて言って、姉から何も頼んでないのに姉からパンフレット米粉のもらって、それで米粉で作ってみてからのハマっての今に至ります。不思議です。いろんなメニューあるじゃないですか。はい。どういう感じでこう開発してるんですか？そうですね。もう楽しんでやってます。なんか、はい。何も考えてないかも。楽しんでやってます。なんかたまたま美味しいのできたのもあるし、なんか自分がこれ食べたいとか、なんか口の中に広がる感じがあって、あ、これを味にしたいみたいな、メニューにしたいみたいなとか。でも大体遊び心からですかね。今まででやって失敗したなっていうなんかメニューもあるさ、そのたこ焼きの中で。私的には失敗ではないんですが、周りの方からこれはないわって言われたのは、バレンタインの時に出したチョコレートを上にかける美味しそうですけどね。ケーキじゃないや、たこ焼き。そうなんですよ。私以外に、しかもそのスライスのチョコレートを炙って出してたんですけど、甘いチョコレートじゃなかったので、意外に私は美味しいなと思ってたんですが、はい、ないわと言われました。ハマったお客様もいらっしゃるんです。何回も食べに来てくれたお客様もいらっしゃるんですが、私の転職、生まれ変わってもこれします。
あ、こんにちは。やっぱりね、ありがとうございます。はい、やっぱりね、それと別に2つはお昼ぐらいにお持ちしていいですか？はい。ありがとうございます。嬉しいです。こちらこそ今日は本当にありがとうございます。ひろこさん、今日ってこれあります？あります。あります。今から焼くけど10分ぐらい。全然いいんです。いいですか？いいんですか？嬉しい。ありがとうござい紙コッます。プに入れる感じでいいですか？大丈夫です。たこ焼きに込めてる思いまで汲み取ってくれるので、本当にとても嬉しい。いやもう本当初めて食べた時にもうなんか目が覚めるようだったというか、あ、こんなにたこ焼きって美味しかったっけみたいな、本当にそうすごいびっくりしました。なんか魂に響くような。あ、そうもう本当にそうです。すごいそうすごいびっくりしました。こんな美味しいたこ焼き食べたことないと思って。2袋に分けてたこ焼き最初渡しますね。蓋の方に種類は入っております。さあ、これが全部で6パックと、あとあん玉焼きをお渡ししますね。ありがとうございます。日本の風土本当に恵まれとると思うんですけど、それをずっと先人の方たちもずっと祈りとともに残してきてくれてるところだと思います。食文化にしても思いが多分とっても残ってる。で木とかだってなんですかね、他の鉄工業っていうかタタラ場みたいなところはもう木がないでしょ。砂漠化したりとかしてるけど、日本もタタラ場で栄えたりしとるけど、これだけ緑が残ってて綺麗な水がまだまだ湧き出てて、で先人の方たちのやっぱり八百万の神の日本だなと、自然とともに自然を大切に生きてきとると思うんです。それをずっと今世まで残してきてくれてるところ、思いとかそういうのが本当にすごいと思います。お金のためだったら多分全部山丸裸にした方がお金になるのに、八百万のもう森羅万象、もう全てに神が宿ってるっていう精神がとっても好きです。地球の一部というか、人間が支配してるとかコントロールしてるじゃなくて、地球の一部っていうような考えがあるのがとっても好きです。ついつい目先の金ばっかり考えてしまう人が多いというか、世の中ですね。昔からそういう神社とかは興味があったとか、知らない時から。もうちっちゃい時から私木がすごく好きで、だから昔から木としか喋ってなかったというか、人間があまり得意ではなくて、もうずっと木とばっかり喋ってて、で木ってほら神社に立派な木たくさんあるから、それもあって、だから神社はよく行ってたんですけど、その神様のこととかはあまり詳しくなくて、最近です、そこら辺は。でも元から好きだったんですね。ご両親もやっぱりそういう神社とか好きだったり？いえ、たまたま全くですね。家の近くに神社があって、とっても小さい頃から家が嫌いだったので、その神社の裏山に行って、そこで木と話したり、宿題もそこでしたりとかして、ずっと裏山にこもってましたね。あまり人の世界に疲れやすいというか、もうなんか何も考えんでおると、もう自然と木のところにおるっていう感じですかね。あと今になって思うけど、やっぱ神社はずっとそこが祈りの場所として残ってるから、なんか昔からの多分祈りの木がずっと残っとるんですかね。だけなんかこう癒されるというか、昔からの木が多分残ってるけど、リセットするには神社いいんじゃないでしょうか。
近の山とかで植林ばっかり綺麗に並んでるところとかってまたちょっと違う感じします。そうですね。その違和感はそういうことなんですかね。やっぱ人工的なものはやっぱりなんか分かっちゃいますかね。人工的といえばその食事もそうですね。じゃあそうですね。そうですね。本当になんか添加物とかもあんま入ってないから昔ながらに作られてる発酵の食べ物とかって食べるとなんかちょっと食べただけでなんかパワーがみなぎるんですが、やっぱカップラーメンとか食べるとなんか変にお腹いっぱいになるだけでエネルギーがみなぎらないというか、まあそれが悪いとは思わんけど、まあ選択の自由ですが、できることなら人工的じゃなくて昔から本当に日本の知恵で残っている食品を命の源として取りたいですね。でも幼少期からもうずっと私無人島に行きたい病でずっと行きづらかったのは行きづらかったです。もう本当にずっと行きづらかったです。最近やっと私本当にここ数年もう最近です。本当に生きてて楽しいって死にたくないと思いました。初めてですね。たこ焼きとあれですね、ご縁に感謝というか。はい、本当にです。たこ焼きに出会ってなかったら未だにそう思ってたかもで、誰かのせいにしてたんです。多分ずーっと。全ては自分の見方次第ってところにはたどり着いてなかったですね。多分。ありがとうございます。すいません。ご来店いただいて。ありがとうございます。また、あっぱれですね。あっぱれ。はい。はい。ありがとうございます。美味しいですね。昔知らなかったです。食べるまでですね。亀子のたこ焼きというのはですね。けど食べてみたら美味しくて、ちょっと癖にですね。はい、そうですね。米粉 100% で卵の代わりに豆乳を入れてるんですけれども、もちっととろっとがすごく強いのでやけどに気をつけられてください。ちょっと上顎にくっついちゃうような熱さがあるのでとても熱いです。お気をつけください。もう米粉のたこ焼きなんで、もう食べたことなかったから、はい、どんな感じなんだろうと思って食べたんですけど、すごい食べやすくて、はい、僕は結構それからハマって米粉派に今なりつつあるっていう感じですね。何が違うんですかね、小麦粉と。いや、それはもう愛情集まってますよ。はい。ピリピリ辛いいですね。美味しい。もちもち。岩塩レモンです。ありがとうございます。私見せないといけないじゃないですか。本当にこんなびっくりするこのタイミングすごいね。押すなよ、押すなよ。すごい。うわ、大きい大きい。熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱い。苦しんでいる。小麦アレルギーなんで、なるほど。で米粉のたこ焼き屋を知って、
追っかけしてる。お客さんの言う通りに作ってくれる。ほいろんな無理な注そうそう、文も無理な注聞いてくれる。文も聞いてる。今までで一番無理だったなっていう注文何されたんですか？いやいや、多分今日の今分で日もなんかいろんな無理な注文して今日ます。はあん焼きの中にわさびを入れてもらうのと普通のやつにわさびを入れてもらう。すごい。いかんだろう。すごいお姉さん大変でもね、そういうのをまあしてくれるんで素晴らしいですね。一緒に遊んでもらっても今でもたこ焼きを通じて一番伝えたいメッセージって何ですか？日本のフードに感謝してですかね。はい、もう本当に日本のこのすごく先人からずっと守り続けられているこのフードを、ね、今の日本人が感謝して後世につなげるというか、なんていうんですか、思いですかね。大和魂じゃないけどですすいません、大変お待たせいたしました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。中すごく暑いです。やけど気をつけられてください。ありがとうございます。では一日を。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。